この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。じゃじゃん！今回はこちら、フイヨンさんからご提供いただきまして、インスパイロイダイヤル2っていう板タブレットの紹介をしていきたいと思います。液晶タブレットじゃなくて板タブレットなの？なんか古臭い感じがするって思う人、もしかしたらいるかもしれませんが、いきなり言っちゃいますね。それ完全に間違ってますよ。いや、板タブレットを侮ってはいけません。実際ですね、現在活躍しているイラストレーターさんの中でも、多くの方が板タブレットを使用していますし、僕もね、メインでは板タブレットを使っています。書き心地の良し悪しにもよりますが、長期間お絵描きするなら、板タブレットの方が姿勢よくお絵描きできますし、それによって疲れにくいっていうメリットがあるんですよ。そしてこのインスパイロイダイヤル2、今回試してみましたが、非常に書き心地がいいんです。今回ね、紹介動画を通して1枚イラストを描き上げてみましたが、疲れずに最後まで楽しくお絵描きすることができました。今回の動画ではその書き味、使用感とともに実際にイラストを描いていく様子も合わせてご覧いただければと思います。それでは早速行ってみましょう。箱の内容物紹介。はい。では早速箱を開けていきましょう。箱を開けると、まず板タブレット本体が出てきますね。そしてその下の部分には板タブレットをつなぐ USB ケーブルとペン立て。そしてペン立ては中身を開けることができて、中には返芯と返芯をペンから抜くためのクリップが入っております。そして2ボタンのペンですね。フイヨンのペンは持ち手の部分が直線的なデザインになっていて、しっかりとグリップできるようになっているのが特徴的ですね。そして最後に説明書が入っております。以上、内容物は余計なものが入っていなくて非常にシンプルです。さて、使用感の詳しい解説については絵を描きながら説明していくことにして、早速イラストを描いていっちゃいましょう。早く新しいタブレット使ってみたいですからね。試し書き。はい。まずですね、本番を書く前に試し書きをしてみました。できるだけね、ペンを早く動かして、遅延とかないかどうか確かめてみます。グリ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 。はい。結構容赦なくペンを動かしていますが、かなりスムーズに書けているのがお分かりいただけると思います。遅延とかはね、全然感じないですね。細かく連続したストロークを何度も重ねても、特にね、途中で引っかかることなく、正確な作画ができています。いい感じですね。はい。こちらは、ペンタッチ 3.0 というフイヨンの液晶タブレットにも使われている技術が使われていて、ペン先が安定し、正確な描画ができるようになる技術によるものだということです。板タブ、液タブともにそうですが、ものによってはね、あまり早くペンを動かしたりすると、線がところどころ引っかかったように直線になっちゃったり、途切れちゃったりするものがありますが、この商品はね、そんなことはなさそうです。非常に安定して線を描画できていると思います。これは頼もしいですね。下書き。それでは早速イラストを描いていきますね。今回描いていくのはテクセちゃんっていう僕の配信の中で生まれたキャラクターです。ある日の配信でね、テクセだけで描いていったらすごく可愛いキャラが描けたので、それ以来ね、よく登場してもらっているんですよね。テクセちゃん、今回もお願いします。はい。もういきなり線を描き始めているんですが、これね、かなり描き心地がいいです。なんだろう、紙に直接描いていっているような感じがあるっていうか、板タブレットの上をペンがつるって滑ることなく、非常にね、気持ちよくペン先が自分の思い描いた通りに書き進められているのがわかるんですね。安価なね、板タブとかだと、実は結構このラフを書いていく段階が難しくて、なんかね、思ったように書けなかったり、途中でね、線が引っかかったりして、割と最初の段階で苦労することが多いんですが、インスパイロイダイヤル2はそんな不安定な挙動はなく、非常にスムーズに書き進めていくことができています。いやー、これは出だしから結構いいんじゃないでしょうか。リボンなどはグレーの色面でちょいちょいっと追加していきます。紐とかリボンとか、あとアクセサリーみたいな太さが一定の小物って線で描いていくとね、太さが安定せずにふにゃふにゃーってなってしまうことがあるので、こういうのは下書きの段階でグレーの太い線で描いちゃうのが簡単で良かったりするんですよね。はい。まずは下書きが出来上がりました。書きやすさの秘密。でね、なんでこんなに書きやすいんだろう、書いてて気持ちいいんだろうって謎に思ったんですが、書き進めていく中で気づきました。皆さん、この音聞いてみてください。ほら。
聞こえます？サラ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 ーって紙にペンを走らせているような心地いい音がしますよね。そうなんです。実は今回のこのインスパイロイダイヤル2、板タブの表面の摩擦レベルを 20% アップさせることによって表面の粗さをわざと向上させ、実際の紙の上に書くような感覚を実現させているっていうことなんですね。いや、いろんな板タブレットを書き比べている僕ですが、この摩擦の強さは他のタブレットと比べても強い感じがしますね。いつもは紙に書いているから、デジタルでもその感覚で書きたい、ペンにより引っかかりが欲しいっていう人はこのタブレット結構おすすめですね。それとですね、板タブの裏面にも工夫があって、4つの角に滑り止めのゴムがくっついていますね。これによって板タブレット本体をピタッと机にくっつけて安定させることに成功しています。筆圧が強い人とかは力を入れて書くとね、ちょっと板タブが動いたりして不安定さを感じちゃうこともありますから、このゴムの存在は意外と大事だと思います。細かい気配りが行き届いていると思います。さあ、書きやすさでテンションが上がってきましたから、このままの勢いで続きを書いていきましょう。線画。さっきの下書きを薄く透かして、今度は線画を描いていきます。線画はラフよりも正確な操作が要求されますから、よりインスパイロイダイヤル2の実力がわかりやすいと思います。さてさて、大丈夫かな？はい。そんな不安もいらなかったですね。ラフ同様、かなりスムーズに作画できています。短いストロークだけじゃなく、長いストロークも滑らかでシャープな線を描くことができていますね。ちなみに、インスパイロイダイヤル2は、Bluetooth 5.0 の無線接続にも対応しています。ケーブルで繋がなくてもね、お絵描きできちゃうので、もし出先とかでノートパソコンを使ってお絵描きする時とかは重宝しそうな感じがしますね。今回、有線無線両方試してみたんですが、僕は机で描くことが多いのと、心なしかね、有線で繋いだ方が線が安定するような感じがしたので、今回は有線でお絵描きしています。環境によってどっちか好きな方を選べるのは非常に嬉しいですね。それとね、また僕、描いている途中で気づきました。これ書き心地もいいんですが、横にあるダイヤルボタンの操作感がすごく良くて、このつまみのおかげでかなり気持ちよくお絵描きできているように感じますね。これまた音をよく聞いてください。ほら、ほらほら、めっちゃいい音するでしょ。ダイヤルボタンが2つついていて、ここにね、僕は画面のズームアップとズームアウト、そしてブラシサイズの拡大と縮小を割り当てて作業してみたんですが、このね、チキ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 っていう音とともに指先に感覚がちゃんと返ってくるので、どのぐらい拡大するのか縮小するのかっていうのが手元を見ずに感覚だけで正確に感じ取ることができちゃうんですよ。いやー、これがね、とてもいいです。しかもですね、このダイヤル押し込むことによってモード切り替えが3段階可能なので、なんと2つのダイヤルにそれぞれ3つずつ合計6つの組み合わせを設定することができちゃいます。真ん中の6つのボタンにもそれぞれ好きなショートカットを割り当てることができるので、人によっては片手デバイスいらず、もうこれだけでね、十分なんじゃないでしょうか。あ、ちなみにね、僕のボタン割り当てを参考までに紹介しますね。一番上のダイヤルが画面の拡大縮小、そして下のボタンがスペースキー。これは手のひらツールですね。画面をスクロールするときに使います。次がE、消しゴムツール。そして次が B、ブラシです。で、その下が W、選択ツールで、下の2つが Undo と Redo、取り消しとやり直しです。そして一番下のダイヤルがブラシサイズの拡大縮小。いずれも手元ですぐに操作することによって、作業スピードがぐぐっと引き上げられるショートカットだけを割り当てております。今回は線画を中心に考えたショートカット配列だったので、色で描いていく場合にはスポイトツールをどこかに入れておくのもいいかもしれませんね。デジタルでお絵描きしていると、ペンタブレットだけじゃなくてショートカットを割り当てる片手デバイスも欲しい。でもペンタブレット買っちゃったし、片手デバイスまで買っちゃうとちょっと高くついちゃうんだよなーなんていう風に迷っている人は、このインスパイロイダイヤル2は 2999 円でダイヤルが2つついた片手デバイスまでついてきちゃいますから、そう考えると非常にお得な板タブだと思いますね。あ、ちなみに右利き左利きによってこの操作面がどっちに来てほしいのか人によって違うと思いますが、それも大丈夫です。インスパイロイダイヤル2は操作面を回転させることができるので、180度回転させれば右利き左利きどちらの人用にもカスタマイズすることができます。そして90度回転させれば縦置きの画面にも対応します。ふんよんさん
さん、芸が細かいですね。さあ、そうこうしているうちに線画が仕上がってきました。ペンの書き味がいいので、勢いのある思い通りの線が引けているような感じがしますね。様々なペンタブレットで、返芯のフェルト芯によって摩擦を上げている場合も多いんですが、これなんだろう、芯の方じゃなくて、描画面の方がザラザラしていた方が断然書きやすい感じがするんですよね。この書き味がインスパイロイダイヤル2の大きな強みと言ってもいいと思います。この書き味は正直癖になるな。さあ、その強みを活かしてどんどん進めていっちゃいましょう。細かい部分を書き進めつつ、星型の紙留めをアクセントに書き加えたら、線画が完成しました。次は着彩の作業に移っていきたいと思います。着彩。さあ、色を塗っていきます。今回のイラストの着彩テーマは、夢をつかむためにです。僕はプロのイラストレーターとして20年活動してきました。ですが、僕の中学時代、高校時代を思い返してみると、将来への不安がいっぱいでした。どんな道をたどって、どんな努力をして、そしてどんな道具を使って絵を描けば、一歩でも夢に近づけるのか、プロのイラストレーターになることができるのか、とてもね、不安だったと思います。でもそんな中でも希望を抱いて、前だけをまっすぐ見つめて、絶対に夢をつかむんだ。キラキラ輝くあのステージに僕もいつか立つんだ。そんな強い思いを抱いてペンを握っていたのを思い出します。インスパイロイダイヤル2はまさにそんな夢を目指すクリエイターたちの最初の一歩を手助けするようなペンタブレットだと感じました。有線無線対応でいろいろなお絵描き環境に対応でき、そしてペンタッチは非常に書き心地が良くてスムーズです。そして新たに片手デバイスを買い足すことなくダイヤル付きの操作も設定可能です。これさえあれば十分にお絵描きを楽しめちゃいますよね。僕が高校生だったらきっと夢をつかむための最初の一歩としてインスパイロイダイヤル2を使っていたかもしれないな。そんな思いをこのイラストの色使いで表現しようと思いました。一人不安と孤独の中に佇むテクセちゃん。でも彼女は強烈な光に照らされています。彼女の瞳の向かう先、そのまっすぐ前から差し込む一筋の光に向けて、私は絶対あそこに行くんだ。絶対に輝いてやるんだ。そんな彼女の決意を、彼女を導くような一筋の光と、キラキラ輝く彼女の眼差しによって表現しました。インスパイロイダイヤル2で描いてみた、夢をつかむためにまっすぐに前を向くテクセちゃんのイラスト、完成です。いかがでしょうか？アップにしてもお分かりいただけると思いますが、まるで紙に描いているような気持ちいい描き心地のおかげもあって、全体的に勢いのあるイラストに仕上がったんじゃないかと思います。フイオンさんから出ております、インスパイロイダイヤル2は税込み価格 2999 円です。またこちらの商品は2022年9月24日午前9時から3日後の9月27日午後23時59分まで Amazon の特選タイムセールにより、なんと 15% オフの割引価格での提供になっております。商品についての詳しい情報については動画の概要欄に URL を貼っておきましたので、そちらからぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。